皆さんこんにちは、みほです。今日は納豆を使ったとっておきの美味しいアレンジレシピを7選紹介したいと思います。納豆は美容にも健康にも腸活にもすっごくいいので、ぜひ今日の動画を参考にして作ってみてください。実はずっと私が気になっていた宮城の納豆菌をいただいたので、今日はこちらの納豆菌を使って納豆を大量に作って美味しい納豆レシピを作っていきたいと思います。中にはこちらの納豆菌と納豆の作り方の説明書が入っています。こちらの納豆菌と大豆があれば誰でも簡単に納豆を作ることができるんです。今回はヨーグルトメーカーで普通の納豆、ホットクックでひき割り納豆を作ります。どちらも40度で24時間発酵させます。もしこういう温度装置がない場合はホットカーペットやこたつでも代用できます。今日はどうやって納豆を作るかも詳しく説明していきますので、納豆を作ってみたいなっていう方はぜひ参考にしてみてください。ちょっとほこりを取る感じで洗って一晩浸しておきます。お水は大豆の3倍以上たっぷり入れておきます。では一晩経ちました。夏場のすごい暑い時は冷蔵庫に入れてもいいと思います。で、一旦浸しておいたお水は捨てます。で、一回ちょっと洗って、こちらが水に浸す前の乾燥大豆、こちらが一晩つけた大豆です。こんな風にまん丸い大豆が楕円形に変わります。これぐらいになったら OK です。次はどんな方法でもいいので大豆を柔らかくします。お鍋で茹でる場合はたっぷりなお水に大豆を入れて火にかけ、沸騰したらアクを取りながら軽く煮立つくらいの火加減にして1時間以上茹でます。途中で水分が少なくなったら水適量を加えてひたひたの状態を保ちましょう。様子を見て大豆が柔らかくなっていたら茹で上がりです。今回我が家は蒸していきます。だいたい1時間から1時間半。大豆を蒸したり煮る時のコツなんですけど、柔らかめにするのがコツです。納豆は発酵させてる間にちょっと硬くなるので、柔らかめにしておいた方が食べやすいです。では1時間経ったので様子を見てみます。やけどしないようにしてくださいね。で、大豆の柔らかさを見るときに親指と薬指で挟んで潰せるぐらい、潰せるんですけど、ちょっと食べてみます。いい感じの柔らかさなんですけど、もう少し柔らかくします。もう30分追加で蒸しました。また柔らかさを見ます。で、潰してさっきより柔らかくなりました。こんな感じで。ではこれを使って納豆を作っていきます。液体の納豆菌が 100ml 入っていて、なんとこれ1本で 100kg の納豆が作れるんです。あと8時間なんですけど、納豆の匂いがプンプンしてきました。24時間経って納豆が完成しました。で、納豆ができるとこうやって表面が白くなります。この後冷蔵庫で12時間以上熟成させるんですけど、今実際に納豆がどれぐらいできているか確認してみます。糸がほら引いてる。いいですね。宮城の納豆製造所の納豆菌は、宮城県仙台市で創業100年の歴史を誇る日本三大納豆菌メーカーの一つの納豆菌です。
こちらの宮城の納豆菌は大正9年から受け継がれた純粋培養の納豆菌で、高品質で安全性が高くて素朴な味わいが特徴です。やっぱり大豆が大きいせいか、大豆のね、風味もします。ではこれが熟成するとどんな風になるんでしょうか。12時間後が楽しみです。半日以上ね、冷蔵庫に入れて熟成させました。さあどうなってるんでしょうか。見てみましょう。粘り気が強くなった気がする。今回は大粒の大豆で作ったので、肉厚で大豆の味がしっかりとします。やっぱり納豆になると少し固めになるから、本当にね、柔らかめが好きな人は結構柔らかく煮ておいた方がいいと思います。では早速納豆でアレンジレシピ作っていきたいと思います。今回使う材料はこちらです。まずは肉味噌納豆を作っていきます。にんにくたっぷり、お肉も入れちゃって、生姜も入れて、Stormy nights don't stay. From the moment that we met, you were worth the wait. Oh, this could be the best thing ever. で卵を卵白と卵黄に分けます。
はい、出来上がり。すぐいただきます。うまい。おお、つゆ欲しいかも。つゆお好みで。はい。おいしい。Ships pass in the night, a sleeping sea beneath the low hanging moon, and a blanket of こう stars. やってやると中が開きやすくなる。 Crying heroes from an ill-fated crew, but it's nothing personal. Ships pass in the night, a shadow flickers against the ominous glow of a confident light, risking silence to invite another soul, and the call is all sweet communion to flames of kindness, and voices obscure. None make the effort to decipher what it seems. Nothing personal.今日使う材料はこんな感じです。豚肉、キャベツ、卵、スライスチーズ、万能ネギ、納豆、あとは調味料です。
ホットクックで蒸します。ホットクックで蒸す方法は、内鍋にお水を入れて蒸し板を置いてざるに入った大豆を入れます。このざるがね、ちょうどホットクックにぴったりのサイズです。ホットクックにセットして手動で作る蒸す。最長で1時間しかセットできないんですけど、もし足りなければ追加で蒸していきます。1時間から1時間半ぐらい。で16時間経ちました。中ちょっと様子見ます。納豆のいい香りがする。納豆の発酵には酸素も必要だから、ちょうどねこの16時間経ったところで酸素を入れるっていうのも必要かなみたいな感じで、ちょっとね匂いも嗅いで納豆のいい香りがしてきたなっていうことを確認したので、もう一回ね蓋を閉めて延長します。8時間24時間経ちました。開けます。いい香りがする。できました。納豆の香りがします。ちょっとネバネバがあるかで見てみますね。できてるできてる。じゃあこれをね容器に入れて熟成させたいと思います。このままだとちょっと冷蔵庫に入れるのには大きすぎるので、こちらのパック&レンジに移します。300g の大豆でちょうどねパック&レンジに1個入るぐらいできました。市販の納豆と全然違う。大豆の香りがすごく残ってて、大豆のホクホク感も残ってる。引き割りのせいかやっぱり大豆の香りがすごい強い感じがする。ちょっと熟成させるとどうなるかまた見てみたいと思います。はい、12時間以上経って熟成できました。なんか粘り気が強くなってる感じもする。こちらの納豆菌があればいろんな大豆で作れるので、黒大豆とか小粒の大豆でも挑戦してみたいです。